そうなんだぞ。コブン、そんなに慌ててどうしたんだぞ。さては、宿題し忘れてエースにでも移させてもらうつもりだろう。俺様も混ぜるんだぞ。ほらコブン、俺様置いてくんじゃねえ。何なんだぞ。じっとグレートセブンの石像なんか見て。この茨の魔女ってやつの石像に何かあんのか。この石像に彫られてる文字、トレインの小テストの範囲とかだったっけ。なになに。魔の山に君臨する茨の魔女、雷雲や茨を操り何者にも覆せない魔力を持つ、多くの配下を従えながらも孤高を愛した高尚な魔女。魔の山に君臨する茨の魔女、雷雲や茨を操り何者にも覆せない魔力を持つ、多くの配下を従えながらも孤高を愛した高尚な魔女と彫ってある。そして我がディアソムニアは彼女の高尚な精神に基づいた量だ。若様に何という口の利き方を。こちらにおわすお方は茨の谷の次期当主であり高尚たるディアソムニアの領長、そして気高き夜の眷属の長となるお方、マレウス・ドラコニア様であるぞ。無礼を付して詫びよ人間。こいつ文化祭の時にコロシアムにいた声がうるせえやつだ。若様の忠実なる進化、セベク・ジグボルトだ。そんなことよりまずは若様に無礼を詫びろ。いいセベク、その人の子に角太郎というあだ名を許したのは僕だ。なんと。そうでしたか。さすがは若様、お心が海よりも広くていらっしゃいます。セベク、まずは先走って一方的に怒鳴ったことを謝罪するべきじゃないのか。若様のご友人に突然無礼を働いたのはお前の方だぞ。ぼーっと突っ立っているだけの貴様に言われたくはないぞシルバなー。んだこいつら、この前よりもずっとうるせえんだぞ。人の子よ、茨の魔女の伝説に興味があるのか。僕が知っていることであれば教えてやろう。嫌われ者。貴様、誉れ高きグレートセブンに何ということを。茨の魔女は何者にも負けない魔力と高尚な精神を持っていた。尊敬されこそすれ嫌われるはずがない。それはどうだろうな。彼女があまりにも優れた人物だからこそ恐れられ遠ざけられることもあっただろう。尊敬は畏敬になりやがて畏怖となる世の常だ。そのような理由で茨の魔女を嫌う愚か者など道端の小石も同然です。気に留める価値もありません。若様にくだらない質問をするな人間。
こいつさっきからなんでこんなに偉そうなんだぞ。お前は茨の魔女じゃねえだろ。セベク、それくらいにしておけ。まずい、遅刻じゃ。まずい、遅刻じゃ。リリア、どうした？そんなに慌てて。ゆうべネトゲ友達とゲームで盛り上がりすぎてな、おかげで寝坊してしもうた。シルバー、なんで起こしてくれんかったんじゃ。俺は起こしましたよ、3回も。そもそも俺に期待しないでください。寝起きには不安があるのを知ってるでしょ。髪も寝癖だらけだ。お前なら身支度も移動も魔法で一瞬だろうに、まだ寝ぼけているようだな。そんなことよりマリウス、今日の1限目、わしら3年生は行動に集合だぞ。忘れてはおらんだろうな。あの集まりは今日だったか？まったく、その若さでボケられては困るぞ。3年生は本日何か特別な授業があるのですか？ナイトレイブンカレッジは4年生になったら学外に研修に行くじゃろ。今日はそれについてのオリエンテーションがあるんじゃ。研修が始まるのは新学期に入ってすぐ。すでに花のつぼみも膨らみ始めており、そろそろ準備をせねばなるまい。そういえばトレイが文化祭の時そんな話してたんだぞ。予令です。急ぎましょう。マレウス様、リリア先輩。ああ、人の子よ。茨の魔女について知りたいならディアソムニアを訪ねてくるといい。僕がもっと詳しく教えてやろう。ではまたな。おい人間、マレウス様が優しくしてくださるからといって調子に乗るなよ。本来ならば貴様のように平々凡々な民草が軽々しく声をかけてよいお方ではないのだからな。うわ、前見ろよ。マレウス・ドラコニアご一行だ。急いでるのにマジか。追い抜かしただけで呪われたりしないよな。さすがにないだろう。でも確かにすれ違うだけで緊張するよ。ドラコニアって世界で5本の指に入る化け物クラスの魔力を持ってるんだろ。なんで魔法師養成学校なんかに入学したんだか。もう学ぶ必要ないだろ。さあな、あいつ普段から何考えてるかわからなくて怖いし。去年ドラコニアと同じクラスだったけど1年間ビビり倒してたもんな。万が一にも目をつけられないようにずっと存在感消してましたわ。お前は消してなくても存在感すげえ薄いだろ。3年生の皆さん集まっていますね。ではこれより4年時に行われる学外研修のオリエンテーションを始めます。必修科目ですからね、よーく説明を聞いておいてください。では手元のシラバスの1ページ目を開いてください。研修は新旧とほぼ同時9月からスタート。研修期間は1シーズン約3ヶ月。1年間で最大3つの研修先を選ぶことができます。1つの研修先で3シーズンをディープに過ごしてもよし、1シーズンずつ別の研修先へ赴き、様々な体験をするのも良いでしょう。研修先は我が校と提携している企業や研究施設、財団法人などですが、どれでも自由に選べるわけではありません。皆さんの選択科目、取得単位、成績などで選べる研修先は異なりますのでご注意ください。面接の他に特別な試験を突破しなければ採用されない場合もあります。詳しいことは資料巻末にある研修先リストに書いてありますので、よく読んで申し込んでくださいね。いいですか？
決して遊び半分で研修先を選ばないように1シーズンごとに研修先から B 判定以上をもらうこととレポートの提出が必須です。両方揃わないと単位は取得できませんよ。3シーズンのうち2シーズンの単位を取得できれば卒業試験に挑む権利が得られます。何よりも皆さんの進路を決める上で大切な一歩です。よーく考えて決めてくださいね。では。うわぁ、ついにこの時が来たか。これだけたくさん候補があるのに3つまでに絞らなきゃいけないなんてどうしよう。申し込みは先着順じゃなく面接や試験で決まる。人気の研修先は倍率も高くなるっていうし、早めに候補を絞って対策を立てておかないとな。卒業後に進学希望か就職希望かでも選択肢変わるよね。トレイ君って進学考えてる？俺は就職の予定だよ。大学に行ってまで突き詰めたい学問もないしな。パティシエの国家資格は取るつもりだけど、働きながらでも資格は取れるし。ってことは食品系の企業とか？その予定だが、農業関係の研究施設も少し気になってる。サイエンス部でも俺は肥料や品種改良について研究してたんだ。美味しいスイーツを作るには食材の質も大切だろ。なるほどね。専門的な研究施設が特別に学生を受け入れてくれるのも、ナイトレイブンカレッジの卒業生が就職先で優秀な働きを見せているからだからな。これを在学中に利用しないのはもったいない気がする。ああね、普段意識すること少ないけど、リストを見ると確かにうちって名門なんだなって感じ。エンタメ、 IT、 食品、玩具、海洋調査や遺跡発掘、マジフトのプロチームまであるもんね。そういうケイトはどうするんだ？進学はしないよな。ちょっとその決めつけは失礼なんじゃない？実際進学予定はないんですけど、俺勉強あんま好きじゃないしね。行くとしたらエンタメ系企業かな。雑誌とか映像作りにはちょっと興味ある。あ、テーマパーク運営企業なんてのもあるんだ。ショーやアトラクションの企画。へえ、面白そう。エースのお兄さんは研修先にそっち系の企業を選んでそのまま就職したらしいぞ。そんな風に最初にこれだってやつ選べたら最高だけどね。最短3ヶ月で研修先を選び直せるとはいえ、全然自分に合わなかったらきついし、合格もらうのだって厳しくなる。悪い評価が出たら将来にも響くじゃん。そうだな。それに一つ目の研修先が肌に合っていたとしても、同じ場所で3シーズン続けるか、視野を広げるために次シーズンは別の分野にチャレンジしてみるか、その選択も迷うところだよな。それ迷う。めちゃくちゃ迷う。こんな時は他のみんなの話も聞きに行っちゃおう。うちの生徒はどいつもこいつも悪が強いから参考になるかはわからないが、せっかくの機会だし聞いてみるか。まず話が聞きやすそうなのは、ルーク、ビル、ちょっといいか。やあ、バラのシュバリエ。それにムシュマジカメ、どうかしたかい？いやー、研修先選びに迷っちゃって参考に話聞かせてほしいなって。学園長も言ってたけど、個人のスキルによって選べる研修先は違う。他人の話を聞いたって優柔不断に拍車をかけるだけじゃないの？それはそうなんだけど、あくまで参考までにね。ビル君はやっぱエンタメ系？それとも進学？ 1 シーズン目は映画スタジオに申し込もうと思ってるわ。魔法や苦学の研究にも興味があるけど、進学は今のところ考えてないから。そうなのか？ええ。ナイトレイブンカレッジに入学して3年間、仕事をセーブして学業に打ち込んできた。その中で自分と向き合って気づいたけど、やっぱり私の夢は私の考える最高の美しさを表現することなのよね。だから2シーズン目以降も自分の夢に役立つ研修先を選ぶつもり。やば、かっこいい。芸能雑誌のインタビューかと思った。夢を見据える鋭い瞳、
実にボーテだロワ・ドゥ・ポワゾン。9月からは君の美を一番近くで見られないことが残念でならないよ。見られないってことは、ルークはビルとは別の分野を選ぶのか？ウィー、私は考古学の研究施設を考えているんだ。遺跡調査に興味があってね。マジ？遺跡調査って映画みたいに遺跡の中で大岩に追いかけられたり、奇跡の力を持つ泉を探したりする系？そういうドラマティックな展開も憧れるね。さすがにあれはフィクションだろう。でも古代の遺跡にはまだ未発掘の魔法文化財が多く眠ってるっていうよな。実際考古学というのは水で石をうがつような辛抱強さが必要な学問だ。私は将来我慢強い方ではないのだけれど、ステュークスの一件で嘆きの島に訪れ、自分の見ていた世界の狭さを思い知った。それ以来この世界にはまだまだ隠された眠ったままの美が数えきれないほどあるんじゃないかという考えに取りつかれているのさ。私は今その全てを暴きたい。この目で見てみたいという好奇心が抑えられない。そうか。じゃあルークは進学も視野に入れつつ研究施設への研修志望ってことだな。いい。トレイ君、よくあのテンションのルーク君にフラットに返せるね。ただの慣れだよ。ルークは部活中もずっとこうだからな。ギャーギャーとうるせえな。騒ぐなら俺から離れた場所でやれよ。昼寝の邪魔だ。ギャーギャーとうるせえな。騒ぐなら俺から離れた場所でやれよ。昼寝の邪魔だ。うわ、びっくりした。レオナ君、いつからそこにいたの？呆れた。仮にもオリエンテーション中に座席を一人で一列占領して横になってるなんて。さすがはロワ・ドゥ・レオン。居眠りも堂々たる王者の風格だ。こいつの態度は開き直りっていうのよ。4年時の学外研修は必修科目。落とせば卒業できなくなるわ。少しは真面目に考えたらどう？もう申し込みは済ませた。え？申し込みは済ませたって、資料はさっきもらったばかりなのに？クローリーの長話の間に全部目を通して研修先リストにあるアドレスから申請した。何せ卒業がかかってる大事な大事な研修だからな。真面目な俺は早め早めの行動を心がけたってわけだ。それにしたって決断が早すぎる。最初からどういうところにするか目星をつけてたのか？まあな。ちなみにどこに申し込んだか聞いていい？夕焼けの草原にある工業エネルギー企業の研究所だ。驚いたな。レオナ君が地質学に興味があったとは。広大な国土を持つ夕焼けの草原には膨大な埋蔵資源が存在すると言われている。なるほどね。そっか。レオナ君って夕焼けの草原の王子様なんだよね。地元の役に立つこと考えてるんだ。偉すぎ。地元の役に立とうだって。逆だ逆。逆？もしかしてたとえどれだけ使えなかろうが自国の王子様に B 判定以下をつけるわけにはいかねえよな。第二王子なんてこんな時くらいしか得をしねえ肩書きなんだ。せいぜい地元に俺の役に立ってもらうさ。ほら教えてやったんだからとっとと散れ。そんなんあり？ずるっ。レオナはああいう言い方をしていたけど、工業エネルギー企業の研究所なんてごく一部の成績優秀者しか申し込み資格すらないはずだ。それが申し込めてるってことは、つまりマジで俺らには何の参考にもできない話ってことね。レオナっていちいち路悪的な物言いをしなきゃいけない呪いにでもかかってるの？そんなところもロワ・ドゥ・レオンらしいね。
他に話が聞けそうなのは。いやいや、そこに見えるはロアディテーション部じゃないか。僕なんかが同じ空間に存在しててすいません。イデア君が生身で授業に参加してるの珍しいね。オルトちゃんは？その弟は1年生のクラスに編入したから、特別な合同授業でもない限りは一緒に出ないよ。そういえばうちの1年生たちが騒いでたな。ヒューマノイドの同級生ができたって。あ、そうで何？ハーツラビルとポムフィオーレの陽キャ勢が揃って僕に何の用？魔導工学の若き天才と名高い君の研修先候補が気になってね。やはり工学系の研究施設かい？うわ、将来に関わる割とプライベートなネタに気軽に突っ込んでくるそのノリ、拙者にはついていけませんわ。無理に聞き出そうとは思ってないよ。気を悪くしないでくれ。なら最初から話しかけてくるなよ。だいたいこのオリエンテーションだって僕は全く参加する意味ないんですけど。本当に時間の無駄。それもこれも学園長が。もう研修先から内定をもらっているからといって一人だけ特別扱いはしませんよとか言うから。内定って？オリエンテーションの間に申し込みを済ませたレオナよりも上がいたか。総合文化祭の時の研究発表の後、いくつかインターンの勧誘が来たんだよ。全部断るつもりだったんだけど、ナイトレイブンカレッジの提携先企業もあったから、そこから研修先を選んだってだけ。先方から声がかかってたならすでに内定が出ているのも納得ね。で、どんなところにしたの？もしかして実家？まさか逆に実家にはしばらく帰ってくるなって言われてるよ。僕が起こした事件は全て嘆きの島内部で決着がついたとはいえ、当然だけどいろんなところから責任は追及されてるみたいだから。父親がナイトレイブンカレッジにステュークスが来た時の映像とか間近目でバズりまくったもんね。活動の片鱗が漏れたところで、この世界の大半の人々にとってステュークスが謎の組織であることに変わりはない。だからこそマスメディアは躍起になって組織の全貌を暴こうとしてくる。世界の平和を守るため暗躍する正義の組織だとか、怪しい実験で平和を脅かす悪の組織だとか、まあ言いたい放題ですわ。みんな暇か？もっと他に取材すべきことあるでしょ。隠されると暴きたくなる人間の悪い性だな。だから偏僻なところにあって特別な時しか外野が入ってこられないこの学園は、事件の真犯人を隔離しておくにはちょうどいい。ま、要は手のいい厄介払いっすわ。私にはご両親の深い愛情に思えるけれどね。どうだか。事件の後に戻ってきた両親にははちゃめちゃに怒られたし、あんなに怒られたの、8歳の頃ロボット掃除機を魔改造して魔導ビーム砲搭載した追尾型ドローン作ってリビングをめちゃくちゃにした時以来。オルトの学園編入に協力してくれたのは感謝してるけどさ。イデアでもそんな風に親に怒られたことあるんだな。は？それどういう意味？普通にあるよ。ゲームのしすぎでゲーム機の電源コード隠されたりしたこともあるし。マジで？ウケる。イデアくんちって想像より親しみやすい感じだね。嘘でしょ。実家は立地からして親しみやすさゼロですが。でもオルトの編入やあんたの学外研修もご両親は好意的に後押ししてくれてるのよね。まあ接客業は向いてないからやめておけくらいは言われてるけど、それは今の状況とは関係ない。あんた自身に対してのアドバイスでしょ。で、結局どこに研修に行くわけ？オリンポス社。オリンポスって OS シェア率世界ナンバーワンを誇るサーチエンジン運営の？世界で一番就職難易度が高いっていう英雄の国の本社でソフトウェアエンジニアをする予定。やば！すごすぎ！オリンポスの本社って社内にあるカフェが超おしゃれなんでしょ？いいなぁ。いや、まだ行ったことないから知らんけど。っていうか拙者カフェとか行きませんし。うわ
やっぱみんなすごいな。ちょっと自信なくしちゃう。どうしたケイト？机に突っ伏して。あ、リリアちゃん、マレス君。研修先を選ぶにあたってみんなの話を聞いていたところなんだ。なるほどの。ケイトよ。いつも言っておるが、情報を頭に入れすぎると逆に迷いが生まれるぞ。時には思い切りが必要。研修先などくじで選んでもいいくらいじゃ。いやいや、それは思い切りすぎでしょう。お主らはまだ若い。及び腰になる必要はないじゃろ。そういうあんたたちはもう研修先は決めたの？まだ決めていないが、正直どれも同じに見えてな。どういう意味だ？1シーズンたった3ヶ月。そんな一瞬で何を得て何を評価されるのだろう。3ヶ月ってアニメ1クール分だよ。神アニメと出会えばその後の人生ガラッと変わるまであります。うん、イデアの言う通り。そしてこの学園に在籍し、学生として社会に触れられるのはこの一度きりじゃ。お主にとって必ずや良い経験となる。存分に楽しむがよい。分かっている。古代遺跡の調査などには少し興味がそそられるな。リリアはどうするんだ？わしか？わしは研修には行かぬ。え？ああ、もしかしてリリアもすでに研修先が決まってるのか？いや、わしはこの学園を中退する。え？ミッキー？誰だそれ？夜中俺様たちの部屋の鏡に現れるやつなんだぞ。でもそいつの姿はこいつにしか見えねえ。俺様が鏡を見ても何も映ってなかったんだぞ。そういえば文化祭やスティークスの襲撃の件があってすっかり忘れてたな。ゴーストカメラで写真撮ってみればって話してなかったっけ？結局撮れたの？これがミッキー？獣人族、いやグリムの仲間か？なんか想像より愛嬌のある顔してるな。確かにこれなら夜中に鏡に映っても怖くはないかな。俺様より耳がでっけんだぞ。遠くの音までよく聞こえそうだ。ツイステッドワンダーランドに生息する陸生生物のデータベースと紹介してみたよ。彼のシルエットとぴったり合致する種族はヒットしない。僕のアクセスできるデータベースは全ての妖精や魔獣まではカバーできてないけど、興味深いね。こうして写真が残ってるってことはマジでこいつが寝ぼけてるだけってことはなさそうね。グリムには見えないけどゴーストカメラには映るミッキーか。監督生、もっと他に分かってることはねえのか？なるほど。監督生さんの話をまとめると、その1、ミッキーはツイステッドワンダーランドにはいない。その2、ミッキーの世界でも時間は進んでいる。その3、監督生さんと会話できるのはミッキーが眠っている時のみ。これは僕の推測でしかないんだけど、もしかすると監督生さんの部屋の鏡は銀歯になってるんじゃないかな。銀歯？ああ、ごめん。話が飛躍しすぎたね。みんな、鉱石ラジオって知ってる？
エレメンタリースクールの頃授業で作ったことがある。コイルと鉱石を使ってラジオの電波を拾うやつだよな。電源もねえのになんでラジオが聞けるんだって不思議に思った記憶がある。そうそう。あれは特定の条件を故意に揃えることで狙った周波数の電波を受信するものなんだけど、ごく稀に虫歯治療に使われた銀歯が鉱石ラジオに必要な特定の条件を満たしちゃってラジオの電波を拾ってしまうことがあるんだ。そんなことがあるの？銀歯の大きさ、唾液の分泌量、周辺の建物や電波塔の位置、条件はいろいろあるけど、だから特定の条件を故意に揃えたのが鉱石、偶然揃ったのが銀歯ってわけ。昔の人は銀歯にラジオの条件が揃ったことが分からずに突然音が聞こえてきてびっくり、ゴーストの仕業だって騒ぎになったりしたらしい。それでここからが本題だけど、ツイステッドワンダーランドには魔法を用いた移動や無線通信手段もたくさんある。それはみんなも知ってるよね。みんなは瞳の鏡って聞いたことある？こないだ魔法史の授業で習ったような。魔法史の教科書に写真が載ってたはずだ。あった。ここ瞳の鏡、奇跡の国の伝承に登場する愛しいものの姿から深い森に住む野獣の姿まで映したという魔法の鏡。その鏡を元に制作された魔法道具、魔力を用いて離れた場所にいる人間と通信することができる。トレイン先生がテストに出るって言ってたから教科書にマーカーを引いたんだ。こんな風に魔法を用いた移動や通信には鏡や水晶、水盆などが使われることが多いと思わない？だから監督生さんの部屋の鏡が偶然特定の条件を満たして別の世界にいるミッキーとつながるのは十分あり得ることだと思うんだ。オルトの言うことも一理あるかもな。闇の鏡だって偶然監督生を別の世界からこの学園に召喚したわけだし。それってもしかして。そう、ミッキーは僕らと別の世界にいる。そして監督生さんは別の世界から来た。だからミッキーと確実にコネクトできる方法を特定できれば監督生さんが元の世界に帰れる手がかりになるかもしれない。可能性は十分にあるよ。ねえ、みんなで調査をしてみない？調査？魔獣、異世界人、ヒューマノイド、人族、獣人族。僕たちってみんな条件がバラバラだよね。つまり僕たちが同じ行動をするだけで違う条件で仮説を検証することになる。だからミッキーとコネクトする特定の条件を探るにはもってこいだと思うんだよ。言われてみればそうだな。現象を確実に再現するには秩序だった切り分けが必要不可欠って兄さんもよく言ってるし、みんなで交代でオンボロ寮に泊まって徐々に更新の再現性を高めていくんだ。どう？へえ、ちょっと面白そうじゃん。いいなそれ。僕たちで監督生が元の世界に帰るための手がかり掴んでやろうぜ。調査のふりしてバカンスばっかりしてる学園長よりオルトの方がよっぽど頼りになるんだぞ。僕も協力するよ。でもなんて言って寮長に外泊届を出そうかな。そんなん勉強会とでも言っておけばいいって。じゃあ誰が何曜日に行く？おい、俺は参加するなんて言ってねえぞ。ジャック君冷たい。監督生が帰れる方法が見つかるかもしれないのに協力してくれないわけ？そういうわけでは。だいたい俺は早朝トレーニングしてるから22時には寝るぜ。ミッキーが現れる時間まで起きてられねえよ。寝てても大丈夫だぞ。こいつが大声で叩き起こすから。なら安心だね。じゃあまず夜更かししやすい週末はジャックさんの担当にしようか。おいこら、勝手に話を進めるな。トレーニングに休日はねえ。
オルト君って意外と強引かな。こうなると妖精族の人にも調査に参加してほしいな。監督生さん、妖精族の知り合いはいる？断固反対します。なんだ、騒がしいな。魔法解析学の選択授業で同じクラスのやつだ。ディアソムニアの。落ち着けセベク。食事の席だぞ。マレウスの言う通りじゃ。それにもう決めたことよ。そんな、信じられません。リリア様が魔力を失い、この学園をご退学なさるなど。そう大げさに騒ぐでない。年々わしの魔力は弱まっていた。それこそお主らが生まれる前から徐々に。じゃあ時が来た。それだけのことよ。では今朝魔法を使わずに走ってこられたのも、もしかして。さよう。情けない話じゃが、もう魔法を使って移動することもかなわぬ。そんな。わしも在学中の4年くらいは持つだろうと思っておった。予想より少しばかり早かったな。これからどうするんだ？東方にある赤竜の国へ移住するつもりじゃ。そんな、赤竜の国なんてこの星の裏側じゃありませんか。何古代人みたいなこと言っとる。確かにわしがかの国を訪れた頃はほうきか船でしか渡航手段はなかったが、今は飛行機に乗ってビューンで到着じゃわい。もともとこの学園を卒業したとしても、わしは茨の谷には戻らないつもりでいた。なぜです？茨の谷は親父殿の故郷ではありませんか。しかも谷にとってリリア様はなくてはならないお方です。だからじゃよ。老後は鶏の世話でもしながらのんびり暮らそうと思っていたが、なんせしがらみが多くてな。茨の谷にいると何かと理由をつけてわしを働かせようとする奴らが多い。特に現女王のマレフィシア様は人使いが荒いからの。おばあ様にはリリアを頼らないよう僕から進言しよう。だから。よいよい、冗談じゃ。昔一度だけ赤竜の国を訪れた時、わしはある重要な使命を帯びていた。食事や観光をのんびり楽しむ時間もなくての。それがずっと心残りだったのだ。理由はそれだけ。ただのジジイのわがままじゃよ。そう深刻そうな顔をするでない。俺やセベクは赤竜の国を訪ねることも難しくないでしょう。ですがマレウス様は。やめろシルバー。リリアがそう決めたなら僕たちに止める権利はない。ありがとうマレウス。いつ立つつもりなんだ？学園長に退学届はすでに出してある。寮にある荷物をまとめて1週間後には。そんなにすぐですか？じじいはせっかちなんじゃ。なんせ時間が残り少ないからの。時間が残り少ない。親父殿、茨の谷の家はどうなさるおつもりです？もともと森の中に放置されていた空き家を手入れして使っていただけじゃ。荷物は全て持ち出しておるし、お主が使わぬのならクチルに任せてよい。わかりました。卒業までに考えておきます。さて、わしは旅立ちに向けて荷造りを始めねばならぬ。断捨離をして目指せミニマリストじゃな。シルバー、セベク、片付けを手伝ってくれるか？はい。
では早速じゃがこの昼休みから始めようぞ。リリア。ん？もう一度だけ聞かせてくれ。考え直すつもりはないんだな。もう決めたことじゃ。いや、決まったことというのが正しいな。たとえわしの気が変わったとしても時の定めは変えられぬ。ならば潔く笑って手を振ろうではないか。定めは変えられない。そうじゃ。お主にとて変えられないものはある。例えば次の授業はコロシアムで D 組と E 組で防衛魔法の合同授業。これも一つの定めじゃ。良いな。遅れるでないぞ。ああ、分かっている。なんだ？さっきまで晴れてたのに急にひどい雨だな。次の授業本校舎じゃなくて魔法薬学室なのに。僕も次は体力育成だから一度寮に戻ってギアチェンジしなきゃ。ミッキー更新調査についてはまた放課後に話そう。遅刻したらクルーエルにしばかれるんだぞ。入学するときに絶対に捨てられないものだけを厳選して持ってきたつもりだったが、学園に来てからも物が増えておるからの。全部詰めたら段ボールがいくつになるやら。思い切って断捨離をして身軽にならねば。まずはあまり着ていない服を処分するとしよう。セベク、すまんが季節ごとに分けてベッドに並べてくれるか？はっ。では俺はチェスト周辺を。おう、頼んだ。わしは本と楽器を片付けよう。楽器は終生の趣味として続けたいが、どれもかさばるのが難点なんじゃよな。さて、まずは一番下の引き出しから始めよう。小銭とテスト用紙が同じ場所に入っている。1年 C 組リリア・バンルって2年前のテストじゃないか。なんだ、奥に何か突っかかって。これはキーボード。よく見ればキーがいくつかなくなっている。どんな使い方をしたらこんな壊れ方をするんだ。これは期限が切れたコーヒーショップの割引券。こっちは中身が固まったネイルポリッシュ。はあ、これらは親父殿に尋ねるまでもなく処分して良さそうだな。茨の谷にいた頃から家事が苦手な人なのは分かっていたが、本当に一人で赤竜の国に行かせて大丈夫だろうか。やはり俺もついていくべきなのでは。あ、いや、まずは目の前の片付けに集中だ。次の引き出しはお菓子の缶。中に何か入っている。まさか1年生の時に食べ残した菓子か。
これは指輪とどんぐりは随分と古いな。ひび割れているし、虫が這い出した跡もある。逆にこっちの指輪は地金も宝石も曇り一つない。大きな宝石がついてるし、さぞ高価なものだろう。それをカシの空き缶に入れるとは。この指輪、どこかで見たことが。オーロラ色の宝石。突然眠気が。シルバー、どうした？すみません。この缶を開いたら急に強い眠気が襲ってきて。缶？おお、このチェストにしまっていたんだったか。指輪とどんぐりが入っていたんですが、どんぐりは損傷が激しくて捨ててもいいですか？ならぬ。それは大事なブレスレットなんじゃ。ブレスレット？本当だ。よく見たら糸が通された跡がある。これはわしが過去に賜ったもので一番価値のあるものだ。捨てるなんてとんでもない。マレウスですら羨んだお宝じゃぞ。あのマレウス様が。それは失礼なことを言いました。すみません。一緒に入っていた指輪は俺にも高価な品だと分かったんですが。ではこれは缶ごと引っ越しの荷物に入れておきますね。いや、わしが持っていくのはブレスレットだけにする。指輪は元の持ち主に返すとしよう。元の持ち主？お主じゃ、シルバー。俺？その指輪はわしがまだ赤子であったお主を見つけた際に首にかけてあったもの。え？お主が大人になったら渡そうと思っていた。成人には少し早いが、これを機にお主に返そう。まだ状況を飲み込めていないのですが、ありがとうございます。この宝石を見よ、シルバー。お主の瞳と同じ曇り一つないオーロラ色じゃ。この宝石のように我が子の瞳が悲しみに曇ることがないように、そんな切なる祈りをお主の両親はこの指輪に託したに違いない。両親。親父殿、俺は。シルバー、お主はこの指輪を持つにふさわしい立派な青年に育った。これからもこのオーロラの輝きに恥じぬよう生きよう。よいな。はい、ありがとうございます。リリア様、すべてのお召し物を季節ごとに仕分け、ベッドの上に並べ終わりました。この狭い部屋でそんな大声出さんでも聞こえておるわい。は、申し訳ありません。時にリリア様、クローゼットの中にこのようなものがあったのですが。おお、それはわしが現役時代に使っていた魔石器じゃな。なんと、これが茨の谷最強の近衛隊右大将たるリリア様の武勇を支えた相棒たる魔石器。戦場でのリリア様の武勇は祖父から何度も聞かされてきました。美しい魔石器から放たれる魔法は凄まじく、敵はなすすべもなく地に伏すしかなかったとか。はあ、なんと美しい。目もくらむほどの魔法石の輝き、そして石を覆う銀の細工の繊細さも見事です。もしやこの細工に使われているのは銀ではなく、持ち主の魔力により姿を変えるという希少な魔法金属ミスティウムでは。おお、よくわかったなセベク。良い目利きじゃ。やはりこれほどミスティウムがふんだんに使われている魔石器は初めて見ました。わしが若い頃はまだ茨の谷にも
ミスティウムや魔法石がたくさん取れる鉱山があったからの贅沢に使えたんじゃよ。伝説の戦士の武器をこれほど間近で拝見できる日が来ようとは感激です。待ってください親父殿。それはうちの納屋にあった薪割り用の工具ですよね。薪割り用だと寝ぼけているのかシルバー。伝説の魔石器だぞ。そうそう、うちの納屋にあったやつじゃ。納屋に？よく手に馴染んどるから使いやすくて。他のノコギリや斧に比べてやけに装飾的だとずっと思っていたんですが、そんな貴重なものだったなんて。お前も少しは疑問に思え。どう見ても日常使いしていい見た目じゃないぞ。その魔石器も壁に飾られて埃をかぶるより毎日使われた方が本望じゃろうて。そやつは次の住処にも連れて行くとしよう。赤竜の国も山岳地帯は雪が深く寒いらしいからな。あくまで日常使い用に持っていくんですね。伝説の魔石器が。そろそろ午後の授業が始まるな。片付けの続きはまた夜にしよう。はい。眠気覚ましの薬草茶も用意したぞ。ゴーストカメラもスマホのボイスメモも準備万端だ。さあいつでも来いミッキー。そう気合い入れてくるもんでもないでしょ。監督生がオンボロ寮で暮らし始めてからミッキーが現れたのって5、6回なんだろ。確か文化祭の後と嘆きの島から帰ってきた後に生えたんだよな。だいたい月 1,2 回ってところか。長期戦の可能性高いしゆるくいこうぜ。まず俺たちはこの学年末テストに向けた問題集解かないといけねえし。なんだその分厚い問題集。外泊許可をもらうためにオンボロ寮で勉強会をするとローズハート寮長に言ったんだ。そうしたら。いい心がけだね。これを持っていくといい。勉強会の後に採点してあげようってさ。ちなみに監督生とグリムの分もあるから。キャーいらねえんだぞ。サボったら首をはねられるぞ。俺様ハーツラビル寮生じゃねえし。遠慮すんなって。ちなみにこっちにある3冊はジャックとエペルとオルトの分ね。逃げ場がねえんだぞ。サマーホリデーの前の学年末試験は進級がかかった重要な試験だ。今から真面目に勉強しておかないと本当に留年するぞ。もし古文が進級前に元の世界に帰っちまったら俺様一人でこの学校に残れるのか？学園長もそこまで薄情じゃないだろうと言いたいところだが。まあ大丈夫っしょとは言い切れねえんだよなあの人。それに古文がいなくなったらオンボロ寮には俺様一人ぼっちになっちまうんだぞ。それは、あのさ、なんでそこで急に湿っぽくなるわけ？監督生が早く元の世界に帰れたらいいと思ってるけど、そうなったらもう二度とこんな風に一緒に勉強をすることもなくなるんだよな。お前まで暗くなるなよ。ミッキーが手がかりになるかどうかだって正直まだ眉唾もんじゃん。だな、悪いだろ。はい、湿っぽいの終わり。大体さ、グリムは監督生がいてもいなくても進級怪しいだろ。暗くなる暇があるなら手を動かせてよ。にゃによ、見てろ、こんな問題集グリム様が本気出せば30分で終わるんだぞ。ふなー
俺様、目がしょぼしょぼしてきたんだぞ。お前まだ3ページしか進んでないじゃん。誰だよ30分で終わるとか言ったやつ。僕は5ページ進んだぞ。と、もう12時近いのか。鏡の方は変化なし。まあ初回で遭遇できるとは思ってないけど。じゃあオルトに報告メッセ入れてそろそろ寝るか。そうね。お前らお休みなんだぞ。その声は人の子か、ユキ？ああ、気づかなかった。これでは庭の木に霜が降りて枯れてしまうな。僕の良くない癖だ。幼い頃にも城を氷漬けにしてリリアに怒られたことがある。僕がようやく2本足で歩き始めた頃の話だ。僕が癇癪を起こしたのは本当にくだらない理由だった。一緒に晩餐を取る予定だったおばあ様に急用が入った。その程度の。けれどその日の僕はどうしても我慢ならなくて、気づけば机も椅子も給仕すらも全てを凍らせていた。城の者たちは誰も僕に近づくことができなかった。僕に怯え逃げ惑う姿にまた苛立ちが募って、いよいよ城中が凍ろうという時、この衛兵に呼ばれたリリアが城へやってきた。あいつはまず僕の目をかいくぐって凍っていた家臣たちを解放し、その者たちに大量の器とシロップを用意させた。リリアはそこら中を凍らせていた氷を砕いてカップにシロップをかけ、城の者たちに配って一緒に食べ始めたんだ。今思うと家臣たちはいい迷惑だっただろう。凍えるほど寒い城の中で無理やり氷菓を食べさせられて大きなテーブルを囲んでうまいと氷菓を食べる者たちを見て、僕はひどく羨ましくなってな。その頃には少し頭も冷えて、僕は後悔し始めていた。感情に任せてとんでもないことをしてしまったと。リリアにもひどく叱られると思った。あいつは本気で怒るととんでもなく怖い。普段のあいつを見ていると想像がつかないだろうそれで遠くで様子を伺っていた僕に気づいたリリアは魔石器を振り上げると、僕を囲んでいた氷を打ち砕いた。そして砕いた氷を山盛り器によそうとたっぷりとシロップをかけた。それから怯える僕の手を引き席に招いてこう言ったんだ。うまいから食べてみろとな。怒られると思っていたから拍子抜けした。味気ないシロップをかけただけの氷だ。それでも普段は一人かおばあ様と二人だけで囲む食卓にたくさんの者が集っているのは悪くない気分だった。城の者たちと一緒に氷菓を食べているうちにいつの間にか僕の苛立ちは収まって氷漬けになっていた城も元に戻った。落ち着きを取り戻した僕に向かってリリアは言った。お前は大きな力を持っている。みだりにその力を振りかざしてはならない。この席に座っているのは今日お前が失いかけた者たちだ。
寂しい。僕が？どうだろうな。一人で過ごすことには慣れている。それこそまだ卵の殻を破る前から僕は一人だったからな。でも確かに生まれてからはずっとリリアが近くにいた。だがこれから先はもうあいつに叱られることもなくなる。くだらないことを話しすぎた。忘れてくれ。お前こそこんな時間に庭に出てくるとは珍しい。それにずっと何か言いたげな顔をしているな。話してみるがいい。元の世界に？お前の部屋の鏡が別の世界につながっている。ありえなくはない話だ。そうか。お前もこの場所を去るのだな。本当に何もかもが瞬きの間だ。寂しいか。もし家族や友、何もかもを失わずに済む方法があったとしたら、お前はそれを願うか？ならばあいつはなぜ？いや、よそう。少し考えさせてくれ。僕に良い方法が思いつくかもしれない。ああ、もうあんなに月が高いな。部屋に戻って休むといい。ああ、おやすみ。お前は大きな力を持っている。みだりにその力を振りかざしてはならない。この席に座っているのは今日お前が失いかけた者たちだ。大きな力を持っていても僕は何も得られない。失うばかりだ。誰もが僕を置いて席を立っていく。僕を招く者はもう誰も